皆さんこんにちは、五野へみきです。セルフケア編第3弾になります。今回は体験談、慢性上咽頭炎の治療イートを10回受けてと題してお送りしていきます。このセルフケア編は月1回ほど更新しているんですけれども、その初めは生体結節になってしまったという話をして、で、その治療についてお伝えしまして、で、そのきっかけで慢性上咽頭炎という診断を受けて、前回は慢性上咽頭炎ってどういう病気なのかという話をしました。その鼻とか喉とかの症状はもちろんですけれども、倦怠感とか頭痛とかそういう症状も引き起こす非常に厄介な病気であるというこの慢性上咽頭炎に私なっておりまして、その治療について今日はお伝えしていきます。今日のプログラムこちらです。イートとは、そして私の治療体験、イートを10回終えてという流れでお伝えしていきます。ではまずイートとはですね。はい。イートは食べるのイートではございません。慢性上咽頭炎の治療のイートですね。これ英語の頭文字から来ていまして、エピファリンジアルアブレイシブセラピー、思いっきりカタカナ読みなんですけれども、この T の頭文字からイートというふうに呼ばれています。日本語ですと、上咽頭擦過療法というふうに、訳されるという、この治療の名前ですね。擦過っていうのはかするとかこするということですね。その名の通りこするという治療になります。はい。塩化炎を綿棒に染み込ませて、鼻の穴からその綿棒を入れていって、綿棒で上咽頭をこすっていくという、割と簡単といえば簡単なのかなという治療ですね。その入院するとか手術するとかそういう治療ではない。で、このイラストは新型コロナとかインフルとかの検査の時のイラストなんですけれども、こんな感じで検査の時と同じように鼻から入れていって、で、この喉の頭の一番上のところの壁ですね。はい、ここが上咽頭なので、ここで、検査の時と違うのは、グリグリしたりとか、ちょんちょんってしたりとかして、塩化炎をこすっていくというものですね。で、私が通院している耳鼻科は鼻から入れるので、それだけなんですけれども、病院によっては口から入れて上咽頭をこするという、この鼻からと口からと両方やっている病院もあるそうです。私は鼻からだけの、イートをやっております。ちなみに、以前は B スポット療法というふうによく言われていたそうです。今も B スポット療法って呼んでいるお医者さんもいらっしゃると思います。B は鼻咽腔の B。鼻咽腔は上咽頭のことですね。以前はこういうふうに呼ばれていたそうですね。で、その上咽頭治療の先駆者であります堀口新作先生。東京医科歯科大学の教授の先生ですね。この先生が1960年代から提唱しているという治療法だそうです。イートって英語の略称ですけれども、もともとは日本人の先生が考えたものだったんですね。日本だけで受けられる治療法だった、日本でも知る人ぞ知るという治療だったというイート B スポット療法なんですけれども、今は割と調べるとイートの情報ってたくさん出てくるかなと思います。私もいろいろ調べてたくさん出てくるなと思いまして、いかに有効かという話がたくさん出てきますね。で、その塩化亜鉛をつけてこするだけなんだったら、みんな受けたらいいじゃないかってもしかしたら思われるかもしれないんですけれども、これ難しいのがですね、結構痛いんですね。私も痛いですよっていうふうには事前にはかなり言われていました。炎症が強い人ほど痛い。で、1回では治らない。これもそうですね。迷うポイントですね。私の場合は耳鼻科の先生に、あなたぐらいの炎症であれば週に1回は必ず通院してくださいねと。それ以上は間隔空けないでくださいねっていうふうに言われてまして。で、その1回では治らないので、あなたの場合は最低でも10回はやる必要がありますねというふうに治療前に言われました。なので、っていうふうにはなりますね。そのイートについてなんとなくの知識はあったんですけれども、そんなになんだという、毎回痛くて毎週予定を空けるんですかっていうのが、ちょっと不安なところでその場でお尋ねして、そうですというふうに言われまして、だから根気がいります。覚悟がいりますっていうふうに言われました。でも良くなりますよと。
心づもりができたら、今からでもできます。初回のいいとやりますかというふうに、お聞きになりまして、お医者さんが、私その慢性上咽頭炎っていう診断を受けたその日、今日からできますよって言われて、って思いましたけれども、私その子供の風邪が頻繁にうつるっていうのが本当に悩みで、その風邪が悪化しやすい、そのせいで生体結節も作ってしまったという、その仕事に穴を開けてしまったりとか、もう他の人に迷惑をかけたりとか、もう本当にそれが、もうそこから解放されたい。少しでも解放されるんだったら、痛みなって頑張るぞと思いまして、わかりました。私、今日初回のいいと受けます。お願いします。と言って始まりました。はい。私の治療体験という話に移ります。そして始まりました。いいと初回、鼻から長い綿棒が入っていくその様子、内視鏡で見せてもらえるという病院でございまして、私が行っているところ、見せてもらいながら、綿棒が鼻の奥の上咽頭のところに来ましたっていうのを見て、ちょんっていう風に先生がしたら、おーってなりましたね。もう激痛なのと、即出血ですね。もうちょんってしただけでもうかなり血が出てしまいまして、先生がもうちょんちょんちょんってやったらもう流血、上咽頭血だらけになってしまいまして。ちょっとこのスライドに血だらけって入れるのちょっと良くないなと思って、ちょっと口頭で言うんですけれども、はい、ちょっと信じられないぐらい初回痛かったですね。で、先生が、今私通常の6割程度の力しかかけていないんですけれども、あなた相当悪いですねと。今日はこれでやめておきましょうというふうに言われました。で、私はなんかもう、痛みで泣くっていうよりもなんか反射で涙が出てくるみたいな感じで、で、先生からは今週もう一回やりましょうというふうにご提案をいただきました。その日月曜日だったんですね。で、3日空けたらできるということで、金曜日にまた来てくださいというふうに言われました。前途多難な私のいいとが始まったわけでございます。そしてその初回の後、3日3晩喉が痛い。上咽頭のところがずっと痛いんですね。これ、思い出す新型コロナ罹患時の痛み。新型コロナウイルスにかかった時に喉がもう割れるぐらい痛かった。激痛とすごく似ていまして、あなたの慢性上咽頭炎は新型コロナ後遺症の可能性がかなりありますってお医者さんから言われていて、確かにこれ後遺症って感じするなと、なんかすごく納得感がありましたね。で、いいと2回目、3回目、4回目と毎週続けていきましたらですね、3日3晩痛いっていうのは初回だけでした。その2回目、3回目、4回目って治療の時は痛いですけれども、治療の時出血はまだまだあるんですけれども、その治療からしばらく経つともう10分15分で痛みも消えていくっていう感じになりましたね。で、痰はどんどん改善して、鼻水はそこまで変化はなかったんですけれども、私アレルギー性鼻炎がありまして、子供の時から、ほこり、カビ、ダニ、杉、ヒノキ、いろいろ持ってるんですけれども、はい、鼻水はあるけれども、痰は良くなったというのが4回目まででしたね。そして、いいと5回目、6回目、7回目、8回目、9回目と続けてきて、どんどん良くなってきたと思いきやですね、5回目と8回目で痛みと出血が悪化するという感じでした。良くなったなと思ったらまた痛みが増えて、また良くなったなと思ったらまた痛みが増えてという、なんか波打つような良くなり方。珍しくないそうです。はい。そういうことありますねというふうに普通に言われましたね。はい。そしてですね、いいと10回終えました。私のいいと10回目。左右差がはっきりしてきた10回目でしたね。左側はもうかなり良くなっているけれども、右側の上咽頭の腫れ、上咽頭の中の右側の腫れが、なかなか引かない。ということで、また来週も来てください。というふうに言われまして、まだまだ続く私のいいと上咽頭治療でございます。なんですけれども、症状としては結構改善していますね。痰はすっかり良くなりましたし、鼻水もかなり改善してます。で、一番嬉しいのはですね、私、いいとを始めてから一度も風邪をひいてないんです。
子供たちは風邪ひいてます。私がイートを始めてからの10週、11週、子供たちは3回か4回か風邪をひいていますけれども、私は1回もそれもらってません。もうこれが一番最高で、こんなイラストを載せさせていただきました。イラスト屋さんありがとうございます。はい。そしてですね、毎週耳鼻科って並ぶ、私が行っているところ予約制度ではなくて、毎週並ぶんですけれども、内職 OK と言いますか、パソコン持って行ってテザリングで仕事ということもできるので、そんなに時間的な負担はないですね。治療自体はすぐ5分ぐらいで終わりますので、はい。そんなにすごくスケジュール的な負担にはなっていなくて、で、保険適用で治療費がかなり安いので、はい。これはそうですね。はい。コスパもいいというところですね。で、アレルギー薬の服用、そのアレルギー性鼻炎のお薬、しばらく飲んでいたんですけれども、これも一旦終了になりまして、お薬代も浮いているという感じですね。はい、今のところすごくいい感じです。で、慢性上咽頭炎は、イートだけという治療法よりも、セルフケアを一緒にやることで良くなる。セルフケアがとても大事なんですね。慢性上咽頭炎の治療。治療に限らず、上咽頭をケアするのってすごく大事だっていうのがこれから分かっていくわけなんですけれども、長くなるので次回のセルフケア編でご紹介していきたいと思います。月に1回ほど YouTube でセルフケア編更新しています。堀田先生の本を今回も参考にさせていただきました。しつこい不調の原因は慢性上咽頭炎だった医師で医学博士の堀田治先生、学研から出ている本を参考にさせていただいています。概要欄に本のタイトル書きます。五戸美希のスピーチトレーニング、メルマガ、オンラインサロンいろいろやっておりますので、よろしければプラン一覧をご覧になってください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。